はい、こちらはオールゾーラスピノーラです。お花を近づけますと、とっても甘酸っぱい感じの香りがします。少しだけブルー系も入っているのかなという気がします。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。この子はつぼみの時期が比較的長いように感じます。でそのつぼみがいちごみたいに見えて、とってもお気に入りです。つぼみの時期も楽しんでみることができると思います。はい、こちらは風花火です。小さな小花と渋い絞りがお気に入りです。お花を近づけますと、うっすらとスパイス系の香りがすると思います。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。たくさんつぼみがつくので、次々と咲き変わっていってくれて、長くお花を楽しめるバラだと思います。この子は眼種が出る前は株全体が真っ赤になるくらいお花つきが良かったです。はい、こちらはロジャーランベリンです。このお花のピコティがとってもお気に入りなんですが、あまり柄が出ていないようですね。今年春に少し返り咲く程度の子だと思うんですけれども、去年はアブラムシにつぼみを食べられてしまって咲かせられない残念な結果となっていました。で、今年はうまくいったらいいなと思ってたんですが、2、3回水切れを起こしちゃったのかな。そのせいでうまく咲かせられなかったかもしれません。お花を近づけますと、濃厚なダマスクの香りがすると思います。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。風に乗っていい香りがしています。はい、こちらはジャクリーヌ・ドゥプレです。こちらも大変いい香りがしています。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけますと、ティーとスパイスの香りかな。かなり強硬に香っていると思います。この子もいい香りがするからか、我が家では虫にすぐ食べられてしまうバラです。はい、こちらはクランベリーソースです。とっても大きなお花が咲きました。お花を近づけますと、ブルーの香りが際立っていると思います。とても強く香っていると思います。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。今年の春は灰色カビ病の被害が少し気になります。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがアプリコットドリフトで、お父さんはアイズホーユーです。鮮やかなピンク色ですが、お父さんのアイズフォーユー譲りのブロッチが出ていますね。お花を近づけますと、
ティーとスパイスの甘くて優しい香りがしていると思います。このバラは霞桃山と名付けました。今年偶然早朝に我が家の横にあるお城山から差してくる朝日の中でこの子の開花に立ち会ったのですが、暖かい日の光に照らされた豊かで平和な桃花色の花色と、凛として辺りに漂う澄んだティーの香りに、日本の桃山文化を思い描きました。全体像としてはこんな感じです。今年の春4号ポットから6号鉢に植え替えしました。つぼみも次々と上がってきていますし、葉も元気に育ってくれているようです。昨日の自作バラ2つ目のお花も開いていました。とってもいい香りです。で、葉の色も美しいですし、次々とつぼみも上がってきてくれているようですし、なんかもう言うことないなって思ってしまいます完全に親バカです。まだ接ぎ木もしてないからかもしれませんが、割と柔らかい細枝がたくさん出ている感じで、自然とたわむ感じで、あまり背が高くならないバラのような気がします。接ぎ木をしたらどんどん成長していって全く別物になるのかもしれないですけどね。お母さんがアプリコットドリフトですし、小柄なバラの可能性はありますよね。ちなみに霞桃山の昨年の花はこちらです。昨年咲いた花と今年では随分違う印象を受けましたので、もしかして交配名の名札が重複していたのかもしれません。はい、こちらはカーディナルヒュームです。花つきが良くてたくさん咲いてくれるのでお気に入りで、2020年に交配の母樹としてたくさん使用したバラです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。この子は黒点病には弱いのですが、葉を失っても次々と新しい新芽を出してくれる自生のいいバラなんじゃないかなと思います。はい、こちらはステンレススチールです。こちらもとってもいい香りがしています。強硬のようですね。ブルーベースの香りだと思うのですが、とっても優しい香りだと思います。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。我が家ではどうしても灰色カビ病が出てしまいますが、それでもとっても美人さんです。
最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。